若様、ハイサンドの七聖人ソルスレイ殿から使い鳥が来ました。我らの苦境を知り、ぜひ物資や資金を送りたいと。ありがたい申し出だが、なぜ今の我々に手を差し伸べる？何か意図があるのでは？はい。残念ながら善意だけで動く者はハイサンドの七聖人にはなれません。しかもソルスレイ殿は他国との交流にずっと冷ややかな態度をとっていた人物。この援助は我々に恩を売り、ウォルホート領に影響力を持つための布石と思われます。やはりそうか。しかし傷ついた民や兵を癒すには物と金がいる。申し出を受けよう。裏があろうとも体制を立て直すことが先決だ。かしこまりました。ソルスレイ殿への対策は追って考えましょう。ファルクス領攻略ご苦労だった。追いさらばえてなお強し。彼らは誇り高き強者たちでした。ファルクス公も愛する地で最後を迎えられてさぞ満足だろう。煙鉄大戦からすでに34年。古い時代とともに眠りについてもらわねばな。時にアブローラ、お前も少し休め。恐れながら、どのような意味でしょうか。戦続きでは兵の士気も下がろウォルホートを野放しにしておくつもりですか。彼らはロラン王女を擁したままです。我らにとって不都合では。ロランが決起したところでろくな諸侯は生き残っていない。単独でもウォルホートは侮れません。前大戦で彼らはあらゆる大国の予想を超えて戦局を変えました。そのウォルホートもすでに死にて、彼らはもはや狩られる側だ。それともアブローラ将軍、私のやり方に不服があるとでも？いえ、失礼します。ロラン王子、話とは？ウォルフォートを出たい。セレノア様を説得しろと？そうだ。新年の天秤で決めたことを蒸し返せば、奴は黙ってはいまい。だが民は疲れ、表情は暗い。この城も同じだ。皆で決めたことです。だが俺が原因であることは明白だ。責任は俺にある。責任を取るとおっしゃられるなら、私に一つ考えがございます。申してみよう。その手の指輪を捨てていただきたい。王家の証である指輪を？一体何のために？あなたに死んでいただくためです。頭、こっちです。お？行き倒れか？確かに随分立派な身なりだな。親父、例の懸賞金の話覚えてるよな。はあ、俺もちょうど考えていたところだ。ひょっとするかもしれねえぞ。親父見ろ、こいつの指。王家の紋章のついた指輪。こいつは間違いねえ。ロラン王子だ。調査の結果、
遺体は損傷が激しく判別も難しいが、王家の指輪は本物と分かった。今この指輪を持つ者はコーデリア以外には一人しかいない。ロラン王子と見て間違いあるまい。懸賞金の方は。タラース、渡せ。はい。気前のいい男は嫌いじゃないね。あっけない。グリンブルク王国の最後がこれですか。守るべきは友より我が身。ウォルホートは賢明だよ。彼らが王子を手放した今、我らがウォルホートを責める理由はない。逃げてはみたものの、助けてくれる者はいなかったか。これで我らがウォルホートにこだわる理由はなくなった。虚しいものです。あなたのお兄様、みんなに裏切られてかわいそうね。ああ、ロランお兄様。グリンブルク王子ロラン没。その知らせは瞬く間に広まった。ロランの死をもってグリンブルク王国の歴史はついえたかに見えた。だが数日後、エスフロスト公国とグリンブルク王国の連名である宣言が発布される。王家の指輪を所持するグリンブルク王家最後の一人、女王コーデリアの即位。そしてコーデリアとグスタドルフの婚約である。コーデリア様がグスタドルフと婚約？どういうことだ？グスタドルフは侵略者だぞ。でもレグナ王が共同採掘を独り占めしようとしたのが悪いんでしょ？どっちでもいいよ。グリンブルク王国が続くならいいじゃないか。いいわけあるか！我々はあまりに多くの困難に直面しました。グリンブルク、エスフロスト、双方の甚大なる被害と犠牲、そして皆さんが愛してくださった兄フラニとロランに深く哀悼の意を捧げます。この痛ましい出来事の発端である父レグナの処遇は承知の通りです。悲しみと怒りと、そして過ちを我々はどう受け止めるべきでしょうか。エスフロストを許すな！グスタドルフの犬になり下がったか！罪を罪と認め、前に進みましょう。寛大にもグスタドルフ総帥は我々に機会を与えてくださいました。このグリンブルクが自由を備えた正しい国に生まれ変わる機会を、私コーデリア・グリンブルクはグリンブルク王国を預かる女王としてエスフロスト公国の恩情と統治を受け入れ、総帥と共に和平のために身を尽くすと誓います。総帥、コーデリア女王ではグリンブルクを統治できないと思いますが。できなくていいのだ。彼女に民の不満と希望を集めることが目的だ。グリンブルクの民が迷っている隙をついて、この古き王国に我らが自由を広める。一度自由の味を知った者はもう以前の束縛には耐えられぬ。
やがて彼女が世継ぎを生む頃には、国も民も自然とエスフロストの帰化に収まるはずだ。